どうも、こんにちは、デミコです。はい。というわけで、今日は何をやるかと言いますと、すでになんかがある。すでになんかあるんですよ。はい。何やるかっていうとですね、先日はライブやった時にちょっとちらっとお見せしましたけれども、これ出来上がったわけですよ。下にもなんかある。そう。これが出来上がったんですね。で、これは、クッションカバーになる予定なんでございますですけれども、これをクッションカバーにしようとした時に裏面どうしようっていう時にですね、同じものを編んでもいいんですが、めんどくさいと。ね。めんどくさい。また同じのやんなきゃいけないの。靴下をね、片っぽ編んでもう片っぽ編む時みたいな感じですよ。ね。私みたいに、これと同じ柄やった時にね、違うこの、なんつうの、同じ系統の色を使いながら違う風に入れていくっていう方法もありますけれども、でもめんどくさいよねっていう話で、裏は別になくてもいいよ、表だけあればいいよっていう時のために、今回これを編んだわけですね。はい。これよくやるやつですね。ソリッドグラニースクエアってやつですね。はい。で、目が合うのかなと。ね。どうなのかなと思って編んだわけです。編んでみたわけですよ。編んでみなきゃわかんないから。やっぱり。ね。やったことないんだし、実は。ね。いつもね、クッションカバーっつうのは袋状に編むか、それとも同じものを2枚編んで合わせるかだったんですね、私ね。だけど、これ違うものを編んで合わせるってことやったことなかったわけです。めんどくさい人はもう、究極めんどくさい人は布でもいいと思うんですよ、実はね。同じサイズに切って、でもミシンでダーみたいな。別にそれだっていいと思うんですよ。うん。いいと思うんだけれども、そうじゃなくて、両面一応編み物だから、編み物でやりたいっていう時には、これが一番いいんじゃないかなと。いいんですよ。別に、これはソリッドグラニースクエアですけど、普通のグラニースクエアでも別にいいとは思うんですが、私はなるべく中身が見えない方がいいなと思って、で、私が思うってことはそう思う人がもしかしたら他にもいるかもしれないじゃんっていうね。うん。なので、今回はこれでやってみました。で、今日はじゃあ何をやるかっていうとですね、これ仕上げていくっていうのはもちろんあるんですけど、この編み方はね、ちなみにあれですから、全部編み方出してますんで、色は違いますけど、編み方としてはこのチャートで編んでいくっていうのは、全工程出してますんで、そちらね、リンク貼っとくんでね、そっち見て、こう編みたいなと思ったらこれ編んでもらっていいと思うんですけど、色は違いますよ。色違うんですけど。単色でね、単色の2色でもいいし、1つ単色白とかと、あとグラデーションとか、段染めの糸とか合わせてもらっても全然いいんですけど、基本2色でね、編むんでね、モザイク編みですよね。基本2色で編むんで、どっちでもいいと思うんですよ。私みたいにごちゃごちゃめんどくさく色を変えてもいいし、でも基本2本最低、2色違う色でやるっちゅうことで。で、今日は何をやるかっていうとですね、せっかくだから、ね、ソリッド、グラニースクエアの編み方をね、ちょっと私のやり方っていうのをちょっとやろうかなと。で、その後にこうつなげていこうかな。これもうできちゃってるからね、これあとつなげるだけだからね。そんな時間かかんないから今日は。ね。でね、今日ね、そう、今日ね、ちょっと買い物行ってきたの。でね、やっと買ってきた。ね、メジャーをやっと買ってきた。安いやつ買ってきた。ね。これごめん、速攻作っちゃった。みたいな。メジャーカバー速攻作っちゃいました。みたいなね。もうね、なんか、気に入らなかったんよ。気に入らなかったからカバー作りゃいいやと思って。うん。なかったんよ、可愛いのが。可愛いのがなくて、2ユーロとか安いやつだね。安いやつで、カバーつけりゃいいやと思って、これで買ってきました。で、もうしょうがない。今までね、こうやって引っ込まない。これ引っ込むね。これ引っ込むわ。ね。引っ込むわ。ね。これ、本来前引っ込んでたやつが引っ込まなくなっちゃったからしょうがないから買ってきたわけよ。で、ダーッと出したまんまでビローンと長いまま置いといた無地の昔のやつなんだけれども、しょうがない。直そうかなと思ってこう開けたんだけど、わかんない。で、こうやってネジがついてんだけどさ、こういうコイルになってるやつがね、それ触ったらピヨーンって飛んじゃって、あれどこ行っちゃったのみたいな。で、右の方向に飛んだと思ってたら、なんか左にあった、こっち側に。不思議なんだけど、不思議なんだけど、それどうでもいいとして。それ捨てました、しょうがないから。ね、直そうと思ったけど、わかんなかった。全然。直せなかった。はい。なので、新しいのを買ってきて、で、早速カバーをつけてしまいました、みたいな。カバーなんかこんな、あとね、もうね、輪でずっとこう、円でずっと編んでって、ここ往復編みですわ。穴開けるためにここだけ往復編みをねこう増減なしでこうビャーっと編んで
でこっちまたこうやって減らして、でここをちょっとねこうやってこうボタンを最初出そうかなと思ったんだけど、よく考えたらカバーつけたらボタン沈むじゃんねっていう、こう高さの都合でね。そしたら、何の意味もないやんと思って、最後こう閉じたんですけど、こんな感じで、ちょこっとねちょろろっつってね、編みましたよね。はい。こんなんでちょっと使っていこうと思うんですけど、なんだっけ。そう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 。はいはい。ソリッドステートサバイバーじゃないよ。ソリッドスネークじゃないよ。ソリッド、ごめんなさいね。わかる人にしかわからないこと言ってんけど、ソリッド、ごめんね。ソリッドって言うとね、どうしてもね、ソリッドステートサバイバーなんですよ。私にとっては。知ってる人は知ってると思うんですけど、YMO です。させん。ですね、ソリッド、グラニースクエアやります。はい。これね。これ。私のやり方っていうことで、今日使うのはこういうね、アクリルの糸で。白ってどうなんだろう、見づらいかな。でもじゃあ、こっちはちょっと邪魔だね。これきっと多分見づらいと思うから、こっちを避けるわね。避けてやる。はい。じゃあ、早速やっていこうと思うんですけど、中心部分ですね。中心部分。今日二重でやります。はい。二重でやるんですけど、はい。これね、こうやって。クリクリっと2回巻いたら、こうね、ちょうど2回目で交差したところを押さえて、私の場合はこう持ち替えて、でここにブサッと6号だね、6号の針を使って、ほいでここでね入れていきますよと。はい。でそしたら123で立ち上がると思うでしょ。違うんですよ、私はね。これね、私は立ち上がりをこうずーっと編んできたところのここの部分にするんです。それが私のやり方です。はい。でそれをやっていこうと思います。はい。じゃないと、ほら、なんかちょっと中心のちょい脇ぐらいのところでダーッと上がっていくみたいになっちゃうんで、3目鎖編みをしました。これで立ち上がりの部分なんですけれども、私はね、基本的にね、長編みのところをこう3目の鎖編みで立ち上がるとね、ちょっとね、多すぎる。ほんのり。なので、3目で立ち上がるんじゃなくて、最初は3目でいいかな。最初は3目でもいいか。ね、最初3目でいいわ。でもちょっときつめに3目立ち上がってください。で、そしたら、1、2と、結局5目ね。5目やってから3つ長編みを入れますね。はい。3つ長編みを入れます。はい。で、角っこ1、2で、3つ長編みを入れる。グラニースクエアやった時もこれでやってるはずなんで、説明してるはずなんでね。はい。そんな感じでやってたな、そういやっていう感じかもしれないけど。はい。角っこつけたら、はい。また3つ長編み。はい。3つ長編み。で、角っこ1、2と入れたら、今度は2つ長編み。はい。2つです。最後2つ長編み。なぜなら、もうすでに立ち上がったここで一つ最後の一つ作ってるからですね。はい。で、そしたらピュッとちょっとね、長く取っといて、で、ピュッとちょっと引っ張る。で、動いた方の糸をギューッと引っ張って真ん中をね、閉じて、ギュッと、ギュッと、ギュッと。はい。で、閉じたら、こっち、はい、糸端持ってギュッと引っ張ると。はい。で、これで真ん中、バッチリ閉じると。口の中に髪の毛入ってた。はいはいはい。はい。はい。で、そしたら、これを戻して、針を戻して、で、そしたら、1、2、3番目ですね。3番目、5目編んだんで、3番目の目、1、根元にもう1個ちっちゃいのがあると思うんだ。1、2、3。分かんなければ、こっちから見て2つ残して、左から数えても3つ目です。そこのところに、目を拾うんですけど、この目の拾い方なんですけど、普通に鎖編みの頭をちゃんと拾うように私は拾うようにしてますね。はい。ここ裏目こっち側一つ残して、でここにぶっ刺して、で引き抜きますね。はい。引き抜いて、はい。これで1段目が終わるわけです。でこれ見てもらうと分かると思うんですけど、なんとなくここ広いじゃんっていう話ね。これが広いので、次からは
5目じゃなくて4目の鎖編みにします。はい。でまず針を出すところをこうちょっとずらすために一つ引き抜きます。はい。一つ引き抜いて、はい。ゆったり引き抜いても大丈夫です。どうせここ重ねちゃうんで、ゆったり一つ引き抜いて。心配だったら細かく2つでもいいんですけど、まあゆったり1つでもいいと思います。で、そしたらゆったり1、2、3、4つ鎖編みをします。はい。で、ここに2つ長編みを角っこに入れますね。はい。で、そしたらあとはここの長編みの上に1目ずつ、1目に1目ずつ長編みを入れていきます。はい。で、角っこです。角っこまず2つ長編み入れますね。はい。で、角に2つ鎖編み。で、そしたら同じ穴に長編みを2つ。で、1目に1つずつ長編みを入れていきます。はい。3つですね、ここね。3つ入れたらまた角っこ。2つ長編み。で、角2つ鎖編み。で、また同じ穴に長編みを2つ。で、ここね、気をつけなきゃいけない。一番手前、こう忘れないようにね。1つ、2つ、3つ長編み。はい、変なとこ入れないようにしないとね。はい。で、そしたら、また角に2つ長編み。で、1、2と角を編んだら、同じ穴に長編みをまた2つ。で、そしたら1目に1つずつ、1、2。で、3つ目がこれが鎖編みしたところなんで、わけわかんないかもしれないんですけど、見つけてください。ありますから、ちゃんと。ね。こう、具合のいいところがございますから、こうやって取れるところが、ちゃんと。はい。あるんで、ここに入れて、もう1つ長編み。で、最後、角っこに2つ入れなきゃいけませんね、ここね。なので、ここ、最初立ち上がったところと今編んできたところの間に、この、なんていうの、引き抜いたところをまるで隠すかのように、はい。ここにグッと入れますね。グッと入れます。ここがでかくなりすぎないように気をつけながら、他の目と同じようになるように、ちょっとギュッと引っ張りつつ、気持ち小さめじゃないけれども、気持ち小さめにするぐらいが多分ちょうどいいと思いますね。はい。で、そうしたら、ね、どこに針を入れるのか、4つで立ち上げてる。で、角っこを1、2、3、これね、1、2、3番目です。こっちから数えて。こっちから数えると1、2番目。2番目の目のところに針を入れて、引き抜きます。はい。引き抜いて。はい。こんな感じですね。で、そしたら、ね、こんな感じです。で、そしたら1つ引き抜きます。はい。引き抜きます。細かくやるんだったら2つ引き抜いて、2つ引き抜いてもいいぐらいなんだけど、まあまあ今日は1つでやります。はい。糸によって違うかな。見え方によって違うからさ、見え方によって違って、糸によってほら見え方がちょっと違ったりするんで、今日は1つでいい。ゆったり1つ引き抜きます。はい。こんな感じになりました。はい。で、そしたら、1、2、で、3。できればね、1、2、そうだね。今編んでて思ったけど、私4目で普通にやって、普通に4目でやっても別にいいけど、なるべくだったら、まあ、1、2はちょい普通にやって、で、3番目まで普通にやって、4番目ゆったりぐらいな感じかな。はい。で、またここ2つ長編みを入れて、で、1つずつ長編みの頭に入れていきます。1目に1つずつ。で、これね、ソリッドソリッドグラニースクエアね。はい。ソリッドグラニースクエアの、をきれいに編むコツなんですけど、
この角っこ来た時ね、ギュッと引っ張って、なるべくこうグッと引っ張って、ここね、ふわっと編まずにグッと引っ張って、ね、角っこはこうふわっと編むんじゃなくてグッと引っ張って、でもね大きめにしなくていいです。目はそんなに歪んできちゃうんでね。はい。だけどギュッと引っ張る方がいいです。はい。でこうやって一つずつこうまた入れていきますね。でその時にですね、歪みやすいんですよ。やっぱこれ大きくなってくる、小さいうちはいいんだけど、大きくなってくるとちょっと歪むっていうか、ベロベロベロンってなってきちゃうんで、それを避けるコツとしては、ここの頭の部分ですね。この頭の鎖編みじゃねえや、なんつうの、長編みの頭にくるとこですね。ここを少し引き締めつつ編むと歪みが少なくなると思います。はい。まあある程度のものだったらあれです。スチームで当てればなんとかなりますけど、なるべく歪みを少なくしたいんだったら、まず角っこをギュッとしっかりこう、なんていうの、しっかりとここ緩くやらない。で一目一目入れるときに、この長編みの頭にくるここね、ここの部分を気持ち締めつつ、でもここ編んでる下は締めなくていいですからね、別にね。ここだけちょっと気持ち締めつつやると歪みが少なくなると思います。ここをこうゆったり編みすぎちゃうと、大きく編んでった時にベロベロベロンってなっちゃうっていうね。で角っこで言ったら、また同じところに2つ長編みを入れて、で1つずつまた入れていく。このね、基本ですよね。基本なんだけど、基本のくせになんか意外とこう綺麗に編むのが難しいってやつなんで、よっぽどグラニースクエアの方が、普通のねグラニースクエアの方が、ここね、ここなんとなくここポコって空いてる部分があるんで、ここにぐさっと普通に鎖目を拾うかのようにこう入れて、はい。グラニースクエアの方が歪みはまあなんとなくごまかせるよね。はい。で編み入れたので、最後こことここの間にもう一つ入れますね。もう一つ入れて角っこの目で、ここはなるべく大きくならないようにギュッと、はいギュッと入れて、こことほぼ高さが同じになるように。でそしたら123番目、こっちから数えて12番目の鎖のところに拾いますね。鎖を拾いますね。はい。でそしたら気持ちゆったり引き抜き、はい、こんな感じです。はい。そうするとそんなにね穴が、まだこれしか編んでないんで分かりづらいかもしれないんですけど、ここの穴がねそれほどねそんなに差がないと思うんです。これをまともに3目で立ち上がって、ここ2目入れなきゃいけないからっつって5目でやっちゃうと、こうねもっとね大きくなっちゃうのね、こうやってここだけが。なので立ち上がりは普通に123で4目目を少しゆったり気味にして、もう4つだけで立ち上がる。で長編みを入れていく。これでやると結構綺麗にいくんじゃないかなと思いますよ。でここですね、最初のここをね、ここ間違えないようにここに入れると。はい。で頭はこの長編みの頭の部分はキュッとこう気持ち引き締める感じで編むと。そうすると割と綺麗なソリッドグラニースクエアが編めると思います。じゃあこれちょっと一周編んできてね。このぐらいやっぱり4段ぐらい編まないと分かんないべ。どんな感じっていうのがね。ちょっと一周これじゃあちゃちゃっと編んじゃおうと思いますね。はい。
はい。というわけで一段編んできました。で、じゃあ、これを、ね、こんな感じで編んできたんですけど、見ていただくと分かると思うんですけど、ね、穴がそんなにみんな同じぐらいだと思うんですね。ここ、立ち上がってるとこなんですけど、穴がそんなに、違わないっしょ。このぐらいですよ。はい。こんな感じです。じゃあね、次ね、何をするかっていうとですね、じゃあ最終段止めるときはどうするのっていう話なんですね。これ途中の段です。で、最後、最終段止めるときのために、ここどうするかっていうと、最後はここ1個、2個、ね、1個、2個残さないと目が合わなくなっちゃいますね。今4つで立ち上がってるんで。なので、ここを2個を残して、ここに3番目の頭を作ってあげる感じで閉じます。じゃあこれ一回閉じますね。これね、これで4段編んだら十分だと思うんで、説明としては。で、これをどうやって閉じるかというと、まあ、ちょんとちょん切って、はい。で、ハリハリ、ハリハリ。ね、これラーメン状態でしょ。ね、さっきまでなんか編んだあったんで、別のもの編んでて、あれだわ、ほどいたんだわ。ほどいたからラーメンだわ。ね。まあ別にいいんですけど、これは大量に持ってるやつなので。はい。で、どこに入れるかっていうと、こことここを残してあげなきゃいけないですね。なんかと合わせるわけだから。まあまあこれだけで使うっていう時は、まあ別にあれなんですけど、基本的にはやっぱりモチーフなんで、何かと合わせる可能性があるわけですね。その時綺麗に合わせるには、最後こことここを残してあげなきゃいけない。合わせるために。なので、ここ1、2番目。こっちから数えて1個、2番、1個、2個。ここのところで鎖で留めてあげますね。鎖目の閉じ方をしてあげます。こうやって。はい。そうすると3番目の頭を作ってあげる感じ。ここの立ち上がった部分の頭を作ってあげる感じで閉じてあげます。はい。で、一回こっちに戻して、はい。戻して、まあどっち側に処理してってもいいんですけど、で、まあ、ちょっと目立たないように、普通にこう、なんとなくこう処理をしてあげる。こっちの方向でもいいんですけど、はい。で、そうすると目が合います。端っこに2つ残したこことここを残した状態で、この立ち上がったところの頭を今ここ作ってあげたところですね。ここね、作ってあげたところ。はい。こんな感じで出来上がります。はい。で、これをどん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 でかくしていくと、さっきのこれになるわけですね。ダーンと。はい。これになるわけです。はい。どうすかね。ほんのりちょっとやっぱり歪みはね、どうしても出ちゃうんですけど、でもまあまあまあそこそこ綺麗になってると思います。で、これアイロンスチームも当てました。ね。当てるとこういう感じになるんで、はい。ビシッと。はい。で、これをね、合わせていくわけですよ。こうやって。ね。今日はこれ仕上げようと思って。ね。仕上げるのに、そうだ。そうだな、これを動画撮ったことないから、これ撮るかと思って。で、今日はね、買い物行ったんで、はい。実はこれ幅がね、これ測りますか、新しいメジャーで測りますかね。なんかさ、こうやって出してもさ、右手なのにさ、右利きなのにこの方向かいと思ってさ、そういうもんだったかねと思ってね、こうだわ。だって40センチなんですよ。ね。大元のこっちの方が。これで大元の方測ると、だいたい41センチぐらい。ね。これはいくらでもね、これ伸びるから。伸びるから。ね。で、このサイズだとだいたい、まあ40センチのクッションでもいいんですけど、45センチのクッションも入れようと思えば無理やり入ります。はい。で、私はね、クッションってのは割とパツパツで使うのが好きなんで、なので、これでも無理やり45センチの、クッションをねじ込んでしまうタイプなんですけど、でも、今伸ばしてるからあれなんですけど、今回はでも、私40センチのクッションもあるんですね。だから今回はそれを入れようと思っています。はい。なので、これ、ちょっと今日買ってきたんでね。さっき買ってきたわ。ね。40センチ。ね、前回行った時40センチっていうのがなかった。ね。でもちょうどの40センチのやつね。ちょうどいいやつ。ね。買ってきたんで。ね。前回切ったよね。私ね。なんか、あれは何だったっけ？あれは何 ?30 センチのものを使おうと思って、40センチ、35センチ、まあ忘れちゃった。どうでもいいや。ね。どうでもいいわ。はい。で、つなげていきます。で、ちょうどこの端っこ、糸がね、こう残ってるのがあるんで、これでつなげていこうと思うんですけど、まあ、つなげていくときはいつものつなげ方です。はい。なので、適当に、切って、
ね、あんまりこうなんだろう、一周ぐるーっと回るのと3箇所つければいいだけですからね。3箇所つければいいだけだけど、ちょっと心持ち余裕を持ってやりたいけど、あんまり長すぎてもやりづらいから、ちょっと短く切るわね。はい、短く切ってやるわ、しゃあない。はいはい。でこれで端っこで、一応ファスナーで留めるんで、あれなんですけど、ここからねやってきます。私ファスナー留めるときは本来はこっちからでもいいと思うんですけど、でももう一つこっち、ここ角っこ2つあるじゃないですか。ここ2つあって、本来はこっちからでもいいのかもしれないけど、私はね一応こっちからやってみます。はい、ここもうこっから止めてっちゃいます。なので、こっち側も間違えないように、ここがこっちの頭だから、ここですね。こことここ1個手前、こっち側の一番端って感じですかね。そうするとね、こっちの辺の一番端っこっていうかな、そっちからつなげていっちゃいます。はい。でこう入れて、でちょっとこれ通しといてね、止める感じで通しといて、でこれの糸処理はまあ後でする感じで、はい。で間違えないように、はい、ここですね。こことここ、はい。でこことここで、そうだ、ちゃんと説明しなかった、忘れてた。でこれがね、いくつで合ってるかっていうことなんですけど、目がね101目なんですね、こっちの目が。でこれをずっと編んできて、で実はこれ50段ね、ちゃんと説明しないと。これ50段編んでるんです。基本50段の、まあ言ったら細編みですよね。50段の細編みを編んで101目なんです。でこれで編んでいくと、じゃあ101目になるとこはどこなのっつったら25段なんですね。ちょうど半分なんですよ。なのでこれ25段であります。25段を長編みで編むと101目になって、101だよね。そう、101目で、こっちは細編みを50段編んだら101目。はい。というわけで同じ数で大体同じサイズになりました。ほぼ同じサイズ、マジ同じサイズなんですよ。になったんで、もうびったんこです。はい。なので目の数気にしなくて、そのまま普通に編んでいけばいい。なんかね、つなげていけばいい。最初やるときにね、試し編みをしたときにはなんか違うなサイズって思って、じゃあ数はね、サイズ合わせた時にその数が合わなかったら、なんかどっかでこうごまかしながら縫い付けないといけないなーなんて思っていたらですよね、編んでみたら、あらぴったりみたいな、ぴったんこだったので、やっぱりだから細編みっつってもね、筋編みの細編みだけどね、で合わせた時に長編みと合わせると、半分なんだみたいに、ちょうどね、だからまあ大体の目安としてそのぐらいでいいんだなと思ってね。試し編みとか全然しなかったんで、どうだろうって思ったんだけど、うまいこと言ったわ。ね。なので今回はこれで全然 OK だと思います。だから他のやつやる時もいけんじゃねって実は思ってるんだけど、まあやってみなきゃ分かんない部分あるんでね。でも全然ね、測りながらとか気をつけながらとかしてなくて、普通に編んだらあったわっていう話で。なので多分合うと思います。ね、だからこれ細編みこれなんだんだっつって60段編んだら、細編みで60段編んだら長編みで30段編んだらちょうどいいぐらいになるんじゃないのっていう話ですよ。ね。そんな感じでぴったんこ50段と25段。じゃあこれでね、ひたすらつなげていきますよ。でその後はファスナーつけて出来上がりですね。まあ出来上がりのとこだけ取ってどうするんだって話なんですけど、なのでちゃちゃっとここはいきますよね。だから完成を見てもらいましょうっていう感じですかね。はい。完成をお披露目。まあ基本今日はね、ソリッド、ソリッドグラニースクエアなんでね、言いづらいな、おい。ねえ。まあいいや。じゃあこれつなげていきますわ。普通にね、ちゃちゃっとつなげてファスナーもちゃちゃっとつけますわ。はい。はい、じゃあ、この後完成品をちょっと見ていただこうと思います。はい。というわけで出来上がりました。ファスナーもつけました。こんな感じで。はい。じゃあね。ちなみにファスナーはここちょっと
私はいつも、クッションカバーの時はここがこのファスナーの位置からこうちょっと4ミリ34ミリぐらいこう縁が上に来るような感じでこうつけてやるんですね。そうするとクッションを入れた時にこのファスナーが超隠れる感じになるんで、まあ端っこは出ますけどね、端っこは出るけど、というわけでね、これにね入れていきますよ。はい、クッションこれね40センチのクッションなんですね。でこう見るとなんかちっちゃく見える感じがするけど、まあ結構厚みもあるんで、でも無理やり入れようと思えばこれ伸びるんで45センチも多分入れられると思うんですけど、まあ今回はあえて幅40センチ、今引っ張っちゃったからあれなんだけど、ちょっとゆるゆるの状態にしておくとね40センチぴったんこなんですよね。40センチなのでこの40センチ角のクッションをこれ入れていこうと思います。というわけで入れますね。はい、よしよし、はい、そうするとまあちょうどいい感じですね。やっぱりねこう締めると、はいこんな感じになりました。はい、クッション入れました。はい、でそうするとまあゆったりしてる感じで、まあ普通な感じでファスナーを閉じたところがこんな感じになる。見たらわかるかな、こういう感じでちょっと難しいな、まあいいや。こう見るとやっぱりファスナーがこうあんまり見えない感じのね、こうちょっとすぼまる感じになるんで、すぼまる余裕をこうかぶせる、上がかぶる感じの、見えてねっちの、はい、ここがこう上がかぶるぐらいのね感じでこうつけるとファスナーが目立たなくていいんじゃないかなっていう感じですね。まあここはどうしてもこうやって出ますよ、出るんだけど、ここはちょっとこうかぶるような感じ。どうやってやったら見えるんこれこうやってやったってむぎゅってやってて、まあこんな感じか。そうこういう感じでこうちょうどこうすぼまってこう見えなくなる感じな関係で、こういう感じでこうちょいと出すとね、上の部分を出すと、はいこんな感じでつけました。はい、わかるかなね、ちょっとこう見たらわかるかな。はい、これでちょっとファスナーが見えない感じになりますね。はい、こういう感じでつけてます。はい、というわけで完成しましたよ。やった、新しいクッションカバーができた。はいね、であんまりね裏こう穴開けたくないっていうのはこれは例えば地の色がこれもカバーなんですけど、この中についてるやつはなので大抵のやつは白いと思うんですけど、こういってもともとこういうカバーがついた状態で売ってるクッション、別にねわざわざカバー外さなくたってそのままぶち込んだっていいじゃんっていう話でね、こんな感じになるんで、でもこれはこれでね下が均一の単色の色なんで、チロッと見えてもね別に大したことはないですけども、こんな感じで裏側は今回編んだソリッド、グラニースクエアで、作ると裏がこんな感じ。これだけでもいいんだけどね、これだけでもいいよね。クッションカバーね、可愛いっちゃ可愛いからねこれね。はい、というわけで出来上がりました。はい、いやでこれのチャートを今一生懸命ねやってんすよやってるっつうのはね、こう一生懸命こう分かりやすいようにこういろいろ記号を入れたりなんかしてやってんだけど、この斜めのところどうやって説明しようと思ってね、難しいなと思うんだけど、分かるようにね、斜めに取るとこも分かるように説明したいと思います。はいというわけで今回はこんな感じでね完成させましたよね。でも今日のメインはこっちだから、基本こっちね、こんな感じ。別にこれだけでもクッションカバーいいじゃんっていう人はこれをね、例えばほらストライプね、2色でストライプにしてみたりとかね、そういうこともできるしというわけでございます。はい、完成。パチ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 。でも完成でやるんだったらこっちの方がいいかね。はい、こっちもいいじゃん。完成。2回やっちゃった今日は。はい、今日は2回やりました。はいというわけでございます。はい、今回はねちょろっと基本はソリッド、ソリッドグラニースクエア、が今日のメインということでね、裏面をこれで編みましたということで、はい、皆さんちょっと
表だけね、表編んで裏めんどくせえなっていう時はこんな感じでいかがでしょうか。まあもうやってるよってね、私いつもそうやってるよっていう人もね、中にはね、いると思いますよ。はい、もちろんいると思います。でも私もね、やっぱりね、糸を、省略っていうんじゃないけど、節約かね、節約するっていう意味でもね、別にこれはこれでいいと思うんですよ。まあその分白いっぱい使いますけど、これ白はね、あのいつものカトナーなんですけど、大きいやつね、100g のカトナーを 100g プラスちょっとぐらい 105g ぐらい使ってんじゃないかなぐらいの感じ。まあ結構使っちゃ使うんだけどね。はい。まあこんな感じでやってみました。よろしければ皆さんもいかがでしょうか。というわけで、はい。では、今日もね、ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょうということで、本日はここまで。では、さよなら。ちゅうかさ、もう8月もさ、あと、まあ10日ばかしで終わるわけだけれども。ね、で、バカンス出かける予定なんですよね。私9月入ったら、それこの前のライブでも言ったと思うんですけど、で行き先はね、南だって言いましたよね。南の島だって、南の島っていうか、まあまあ、フランスのね、島なんですけど、って言ったんですけど、ここへ来てね、またね、これよくあることなんですよ、うちはね。家人がね、直前になってね、行き先変更ってね、よくやるんですよ。で、今回はね、そこに行くんだろうと思ってたんですよ、私もね。行きたかったし、よし、決めたってやったんだけど、なんでね、またね、ぐちゃぐちゃ飛行機乗っていくのかよとかね、ブツ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 言い始めて、で、まだパラリンピックの途中だから、なんかめんどくさいことになったら嫌だなとか言い始めて、車で行けるところがいいとか言い始めて、いや、車でも行けないことないんですよ。車で行って途中でフェリー乗りゃいいから、でも私がフェリーがね、苦手なんですよね。苦手。1、2時間だったらいいんだけどね、6時間とか乗らなきゃいけないらしくてね、ちょっとね、フェリー苦手。フェリー。まあ、カーフェリーでね、車乗せるようなフェリーだから多分大丈夫だと思うんだけどね、船苦手なんすよ、ちょっと。いや、酔ってゲロゲロになったことないんすよ、船で。ないんすよ。いつもね、そんなこと言いながらね、船に乗って、ないんですよ。ないんだけど、でもね、酔うんですね、やっぱり。変な船に乗ると酔うんですわ。それ分かってんの。ゲーゲーするほどは酔わないけど、嫌なんですよ。嫌いなのよ。だから言ったら。嫌いっていうか、高速艇とかならいいんだけど、でもすっごいバッコンバッコンなんか揺れたりとか、なんか中途半端に船がちっちゃくてこう、なんか揺れるとか、そういうの苦手で、スピードボート大丈夫かな。あとはもう本当に揺れが気にならない高速艇ね。山揺れない海の高速艇ね。いや、だってほんとさ、話長くなっちゃうんだけど、いつだか沖縄行った時にさ、渡嘉敷行ったのね。渡嘉敷行った時にね、船揺れた。相当揺れた。でね、結構みんなゲロゲロしてた。でも私は酔わなかった。なんでかっていうと、結構もう寝そべるぐらいにね、リクライニングをしてね。で、それでね、こう揺れが来ると、こう踊るようにして、自分でこう音楽にこう身を任せて、こうダンスするみたいな感じで、体を揺らしながらこう抵抗したわけですよ。45分間。はい。これで酔わなかったの。だからね、帰りは全然平気だったんだけど、行きはね、結構揺れてね。で、ジモティーのね、人たち、おばちゃんとかはね、あら、今日はだいぶ揺れるわね、なんつって言ってて、って思ったんだけど、それでも揺れなかった。だからね、多分大丈夫。大丈夫。で、揺れて結構ね、きついよって言われてたね、ギリシャの島でね、ちょっと、2時間ほどね、フェリーに乗った時もね、なんだかんだ言って酔わなかった。酔わなかった。だけど、あれなんですよ。いつだかね、どこ行った時あれは、まあ話長くなっちゃうんだけど、どこ行った時だっけどこ行った時前回、前々回。あれどこ行った時だっけあれタンザニアだ。タンザニアの、ザンジバルね。ザンジバル行った時に、なんだろう。ちょっと離れた小島に行くようなね、ツアーに行ったわけですよ。で、まあ、やりたい人は、シュノーケリングもできるよ、みたいな。で、それってさ、なんか釣り船じゃないけども、なんつったの、グラスボートみたいな感じなんだけど、それよりも、まあ、でもグラスボートじゃなかったな。でもなんかそのぐらいのサイズ、もうちょっと大きいぐらいのサイズかな。20人ぐらい乗れるやつかな。そう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 。とあるって言って、こっちだって何て言ったらいいの帆をね、出してね、進むようなやつなんですけど、結構揺れてね、それグロッキーだった結構。
いや、その時もね、動きながらやってたんだけど、だから平気だったのね。行く時は平気だったの。うちの家人は結構なんかロッキーに近かった。でもゲーはしなかった。うん。で、私もね、大丈夫だったの。で、海に入ってからシュノーケリングした後に、移動しようとしたら、なんか、すごい、なんか、海に浸かりすぎちゃったのかな、体冷えちゃって、なんか調子悪くなっちゃって、その後ちょっとグロッキーでね、お昼ご飯食べなかった。うん。ゲイはしないよ。ゲイはしないんだけど、私嫌いだからね。ゲイはしないんだけど、なんかね、船苦手なんだよ。どっちかって言ったら。そうそうそう。何の話だっけ。ああ、そう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 。でね、そのバカンスの行き先っつうのがね、なんかね、ブルターニュになりそう。はい。いや、困った時の、フランス国内だと困った時のブルターニュみたいなところがあって、まあ、ブルターニュ綺麗なんですよ。私も好きなんですけど、でも行ったところもない、行ったことないところもあるから、まあ、今回はそっちかな。もうなんか地中海の方行く予定だったのに、大西洋かと思ってね。いや、何がね、嫌だかってね、その大西洋っちなね、やっぱね、寒流なんすよ。地中海は暖かいからね。で、しかも行こうと思ったところがね、遠浅で綺麗な海だから、やっぱほら、ペッチャペッチャペッチャペチャやりたかったわけですよね。砂浜でね、パッチペッチャペチャペチャペチャやりたかった。ね、やりたかった。でもね、大西洋はね、水がね、冷たいんすよ。夏でもね、20度いかないんすよ。夏でもね、水温がね、17度ぐらい。無理。マジ無理。入れない。困っちゃうな、本当に。というわけでね、まあ行き先変わりました。はい。まあいいや。はい。南の島は、また今度っていうことでございます。はい。どうなんのかなわかんないけど。まあ、儲けがなくなっちゃうしょうがないんでね。はい。というわけでございます。じゃあね、バイバイ。